皆さんこんにちは、徳田圭です。今回はウェブアプリのメリット、デメリットについてお話ししようと思います。世の中にはいろいろな種類のアプリが存在します。例えば Excel やアンチウイルスソフトのようなパソコンにインストールするタイプのアプリ、また App Store や Google Play Store などからスマホにダウンロードするタイプのスマホアプリ、そしてブラウザでアクセスして使うタイプのウェブアプリ。これらにはそれぞれ開発するための専用のプログラミング言語や得意とする言語がありますので、これからプログラミングを学んでいくという場合は、自分が作りたいアプリはどのようなタイプなのかを見定めて、学習するプログラミング言語を決めていくのが良いと思います。僕もこれまでいろいろなタイプのアプリを作ってきましたが、現在はウェブアプリをメインにしています。ウェブアプリには開発を行う上での様々なメリットがあるからです。今回はそのあたりをお話ししたいと思います。これからフルスタックエンジニアを目指す方の参考になればと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ウェブアプリのメリットは大きく4つあります。メリット1、アプリをユーザーに配布する必要がない。メリット2、サーバーで一元管理、すぐ更新できる。メリット3、リリースのたびに審査が必要ない。メリット4、マルチプラットフォーム対応が楽。逆にウェブアプリのデメリットというものもありますので、これらを順番に説明していきます。まずメリットの1つ目、アプリをユーザーに配布する必要がないということですが、通常作ったアプリをユーザーに使ってもらうためにはアプリを配布する必要があります。昔は CD や DVD などに入れて配布・販売したりしていましたが、最近はネットでダウンロードする形が一般的です。作ったアプリをウェブサイトに設置して、それをユーザーにダウンロードしてもらうという形ですね。またスマホアプリについては App Store や Google Play Store などのアプリ配信サイトからダウンロードする形になります。これらのサイトには審査があり、開発者が作成したアプリは Apple や Google などの運営元によって審査された後で掲載されます。一方、ウェブアプリの場合は自分で用意したサーバー、レンタルサーバーやクラウドサーバーですね、に設置しておけば、世界中のユーザーはパソコンやスマホに最初から入っているブラウザソフトを使ってアクセスするだけで、ウェブアプリを利用することができます。アプリを全ユーザーに配布する必要もなく、各自のパソコンやスマホにインストールしてもらう必要もありません。続いてメリットの2つ目、サーバーで一元管理、すぐに更新ができるということですが、アプリのプログラムはサーバーで一元管理されますので、アプリのバージョンアップを行う際や、バグの修正版をリリースする際にとても便利です。通常のアプリであれば、その都度ユーザーに配り直して、インストールまたはアップデートをしてもらわなければなりませんが、ウェブアプリの場合はサーバー上のプログラムを更新するだけで、すぐさま全ユーザーが最新版を利用できます。そしてメリットの3つ目、リリースのたびに審査が必要ないということですが、App Store や Google Play Store に掲載しなければアプリの配布ができないスマホアプリの場合、リリースするたびに Apple 社や Google 社の審査が必要です。もちろん審査に通らなければアプリは掲載してもらえません。しかもこれは初回のリリース時だけでなく、バージョンアップ版のリリースのたびに審査が入るため、アプリのリリースタイミングを自分でコントロールすることが難しく、バグが発生した場合など、早急にアップデート版をリリースしたい場合に遅延が発生してしまう可能性もあります。そしてメリットの4つ目、マルチプラットフォーム対応が楽ということですが、パソコン用のアプリを作る場合、Windows と Mac はそれぞれ異なるテクノロジーで動いているため、全く同じ機能のアプリだとしても Windows 用と Mac 用、それぞれ個別にアプリを作らなくてはなりません。スマホアプリも同様です。iPhone と Android 両方に対応させたい場合は、それぞれ個別にアプリを作らなくてはなりません。開発に使用するプログラミング言語も異なります。マルチプラットフォームに対応させるためには数倍の工数がかかるわけです。しかし、ウェブアプリの場合は、ブラウザ経由でアクセスされる性質上、ブラウザがテクノロジーの違いを吸収してくれるので、ブラウザさえ入っていれば、全てのプラットフォームで使うことができます。逆に、ウェブアプリのデメリットとしては、パソコンやスマホが持っている機器の独自機能、これをネイティブな機能と言いますが、をフルに使うことができません。例えばスマホのカメラ機能や GPS 機能、プッシュ通知といったような機器が持っている独自機能をフルに活用したアプリを作ることはできません。全く使えないわけではないのですが、スマホアプリに比べるとできることは限られてしまいます。こういったネイティブな機能を活用したアプリを作りたい場合は iPhone アプリや Android アプリといったスマホアプリの方が向いています。ということでまとめですが、このように Web アプリには開発上の様々なメリットがあり、
インターネットを使って多くのユーザーに使ってもらうアプリを作るには最適です。作れるアプリも Twitter や Facebook のような SNS、Amazon や楽天のようなネットショップ、ブログサイト、マッチングサイトといった個人向けのものから、タスクスケジュール管理や事務会計、書類管理といった業務向けのものまで多種多様です。これからも Web アプリの開発ニーズはより一層高まっていくと思います。アプリの開発規模も小さなものが多くあり、開発に使うプログラミング言語も初心者に優しいものが多いので、これからプログラミングを学ぶ人にもおすすめです。ただし、先ほど話したようなデメリットもありますので、メリット、デメリットを理解し、自分が作りたいアプリはどのタイプが適しているのかをしっかり見定めるようにしましょう。というわけで今回は以上になります。僕のチャンネルではフルスタックエンジニアを目指す方のために役立つ情報や生きたノウハウを発信しています。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。